ご視聴ありがとうございます。ネイリストの公園です。今回ご紹介する商品はこちらです。ネイルマシーン、楽天市場で購入したハイパワーコンパクトビットセット付きのもので、メール便で送料無料。お値段は1280円でした。1000年代のビット付きのネイルマシーンがどれぐらいまでプロのサロンワークに通用するのか、セルフネイルのオフなどに使えるのかっていうことを検証していきたいと思います。ではこちら開封していきます。この裏にヤマトの、こういう感じで送り状がもう貼り付けた状態で届きました。で開封するとこのような箱が出てきました。でこの箱も開封してみます。でこういう状態で箱にそのままビニールに入ったものがそのまま入っていますね。ちょっと中身取り出してみます。まずこれがネイルマシーン、こんな感じですね。後でまた動画の方で詳しくお見せします。普通に重さもあるし、なんか使いやすそうな感じです。次にこれがビット、6種類のビットが入ってますね。でこれはアダプター電源だと思います。でなんかこういうねサンディングバンドもついていますので、一番左のものにサンディングバンドをつけることができると思います。それとなんかおまけみたいな感じでこういう塔のねやつがおまけでついていますと、なんか簡単な詰めやすいと甘皮、これは多分おまけだと思います。あとはこういう説明書も入っています。では早速こちらを使用して実際に私のネイルオフをしながら使い心地をレビューいたします。ぜひ最後までご覧ください。なおチャンネル登録、高評価が動画制作の励みになります。よろしくお願いいたします。ではこちらの開封したものを使って実際にですね使用した感じはどんな感じかということをご紹介していこうと思います。なお商品リンク説明欄に貼っておりますので、そちらから購入していただくことも可能です。ちょっと説明書見てみますね。こちらがついていた NMC-E っていうんですかね、こちらの商品はの説明書です。こんな感じで、ちゃんと日本語の説明書がついているなっていう感じです。でちょっとビットの付け方とかもわからないので、これを見ながらやっていこうと思います。なんかボタンを押しながらビットを差し込んでネジを回すんですね。で一番簡単そうなビットを開かないな、テープ、ちょっと早速これが開けられないんですけども、どうやって開けるんでしょう。開きました。じゃあちょっと一番この優しそうなビットから刺していこうと思います。まずこれを押して、なんかね押したらね今感覚がすごく軽くなりました。で押しながら固定して回すっていう感じですかね。これを取ってビットを差し込む。はい、差し込みました。本体難しいな。本体までしっかり差し込みます。なんかね抜けちゃった。なんかここがすごく細いから分かりますか。これが入らないかなと思ったんですけど、グッとここでねグッと刺したら入ります。でこれでまた抜けちゃう。で奥まで差し込んで、これを押しながら固定するということらしいです。結構めんどくさいですね。なんかプスプスってこうね差し込めるのかなと思ったら、でこれで差し込めたみたいです。で今度は
この本体にアダプターを差し込んで、このダイヤルで調節するみたいです。そうですね、これがオンとオフになっているみたいなので、一応ねオフの方に最大に回しておきます。なんか刺した瞬間に動いちゃうと怖いので、オフの方に回しておきます。これをコンセントに挿す。コンセントに挿してきたんですが、このコードの長さが1メートルちょっとぐらいしかないので、ちょっとキツキツかなっていう感じです。ではちょっと挿して、これで使えると思います。で、ちなみに今この挿しているのはポイントスリムというビットアタッチメントらしいので、チップオーバーレイの時の爪の裏側にはみ出たグルーや段差の修正のみなんですかね。なんかそういう感じのビットらしいです。これで一度スイッチを入れてみます。おー、結構勢いよく回りました。で、今少し回しただけなので、ちょっと早く回してみます。でも全然速さは音とかは変わらないですね。これで止まります。なんかね、今ここについてたビットは全部人工爪用のビットばっかりですね。で、別売りでこの購入したお店でこういうビットが売っているみたいです。この辺りは私も持ってるので、後で試してみようと思いますね。で、じゃあもういきなりちょっとこの私のついてる今のジェルネイルをオフできるビットを使ってどれぐらい削れるかやってみますね。これがジェルのオフとかに使えるって書いてあるので、これぐらいですかね。この辺でもなんかアクリルの厚さを調整することができますので、調節するぐらいはできるからちょっとこれでやってみますね。これがこのラージバレルダイヤバーっていうダイヤなんですかね。で、一応ね付け替える時に不安なので、これは一旦外してから付け替えるようにしますね。で、このボタンを押しながらこれを回転させて外して抜いて、これを差し込んでからもう一つ刺して入れる。で、ここを押して固定しながらネジを締める。今までダイソーとかの最大で300円のネイルマシンしか試してなかったので、ちょっとこれ楽しみです。で、その後に念のためね、刺して削ってみます。ではスイッチを入れてみます。結構回転数が速めでもね、これねスピード調整ダイヤルでお好みの速さに調整できます。左に回すにつれて速くなります。一番右に回すと停止しますって書いてあるんですけど、なんかねあんまりなんか変わってる感じはしないですね。削ってみます。回転はこっち向きの回転ですね。今ジェルネイルをオフしようと思っています。少し削ってみたんですが、ここに削りカスがついていますし、この辺にもすごい飛んでますよね。で、こっちの削った方も結構削れました。これ結構やっぱり1000円したので削れますね。で、ダストもすごい舞い上がってるので、ちょっとダストを吸う機械を設置してしっかり最後まで削ってみようと思います。はい、今こちらね、ダストの集塵器を置いてスイッチを入れます。これでダストを吸ってくれます。ちょっとうるさいですけれども、これでやってみます。
で速さはね一番ゆっくりでも全然十分だと思います。で結構摩擦熱が起こりやすいタイプだと思いますので、ぎゅーっと当てるのではなく、同じ場所は1秒以上当てないように、押さえる強さはほんと軽めで、顔に化粧水を塗るときに優しく手を肌に当ててくださいとかね、圧がかからないようにしてくださいというぐらいの圧力でいいと思います。結構しっかり削れますよ。で先端とかはね、この辺とかはねがっつり押し当てても摩擦熱起きてもね、皮膚がないじゃないですか、この下。だから全然がっつり当てても一気に削っても大丈夫です。でもこの辺ってこの下皮膚があるから熱いんですよ、摩擦熱が発生すると。だからこの辺はもう1秒以上は当てないっていうのが基本になります。結構削れましたね。削れたんですけども、ちょっとこの目がね細かいので削るスピードはゆっくりめかなと思います。ちょっとビット変えてみます。ランディングバンドはよく削れると思うので、はい、でこのよく見ていただくと凸凹の激しいものと目が細かいものがあると思うんですが、オフするときはこの凸凹の激しいものを使います。これをここに差し込んでギューッと差し込んで、このままだとこの角が結構ザラザラしすぎてる可能性が、これ結構ソフトですね、あるので、このちょうどおまけでついていたヤスリで、これですね、これでちょっと面取りっていうんですけどね、角の激しい部分、角が立っている部分を当ててちょっと取ってみます。軽く123ぐらいで、これで角が取れましたね。この角の部分をこの角度で123と当てていきます。これで面取りができて、お肌に当たっても怪我をしない程度になりました。今度これに変えて残り削っていきます。集塵器をスイッチを入れました。でサンディングバンドに変えたんですが、サンディングバンドの方がしっかり削れます。先ほどのアタッチメントより。この辺ね、今赤い色はジェルネイルの色なんですけど、結構しっかりとオフできそうですね。なんか使ってたら出てきた。ちょっと一回オフにします。なんかね、しっかり締めたのに出てきたんで、もうちょっとギューッと締めておきます。でこれで結構この辺のラメとかもねオフできそう。いい感じにできますよ。ほら、すごい取れたのが分かりますよね。こちらのアタッチメントも長い間じーっと当てると摩擦熱がすごく熱いので、同じ場所1秒以上当てないように、ポジションを変えて削る場所をどんどん変えていったらいいと思います。あんまり深押しするとすっごい熱くなるので注意が必要かと思います。結構削れます。これすごいおすすめ。このビットおすすめ確定です。いいんじゃないですかね。ちょっと摩擦熱は熱い。それは私のやり方次第なので。でもオフできましたよ。ネイルオフ。
ほら、もうほとんど取れました。取れましたね。取れました。嬉しい。これ使えますね。で、次にこれ人差し指もやっちゃおう。ちなみに私は今、セミハードジェルを塗っているので、オフはもう削り飛ばしてオフすることが多いです。もうアセトン使わないことが多いです。なので実際もね、普段もこういう風に削ってオフしているんですが、いい感じ。これセルフネイラーにすごいおすすめの商品です。親指って面積広いからオフするの大変だったんですけど、こういう人差し指とか面積の小さめのおすすめだったら結構ね、もうこんなに半分オフできてるので、すごいオフしやすいと思います。おすすめのアタッチメントはもうこれですね。オフするときはこちらのアタッチメントがおすすめです。はい、これももう取れました。で、オフするとき、こちらの使い方を、私なりに解説すると、だいたいね、こう伸びて、地爪が見えてますよね。その部分は削らないように、ジェルネイルの根元の部分をまず削ります。で、今度はこの横部分を優しく削ってあげて、で、そこから順番に真ん中中心に向かって削りを入れていくっていう感じで削ります。こっちもまず端の方を削って、そのまま中心に向かってどんどん削っていくと削りやすいかなと思います。なんかもうポイント決めずにこっちこっちこっちとか言って適当にランダムに削るよりも、端から順番に削っていくと無駄なく削れると思います。結構最初はね、あちってなる可能性があります。なのでその調節をしながら少しずつ様子を見て、スピードもどんどんスピードアップして手早く削っていったらいいかなという感じですね。こういう速さで削るともうすっごい熱いんですけど、今このね、先端の皮膚の肌のない部分を削っているので、この辺はスピード超速く削ってもいいです。ほら、すごい速くオフできました。いいですね。ジェルのオフできますね。で、一回止めますね。で、今片手3本削りました。で、この機械がちょっとだけ熱くなってます。電化製品なので使用するとちょっと熱を持つのかなという感じです。で、なんか他のビット気になりますよね。目の粗さはほとんど一緒なので削り心地に差はないと思います。太さによっておすすめの使用方法を変えているという感じに私には感じます。ほとんど人工爪でスカルプチャーを作る方におすすめのビット、この4本はそんな感じですね。これもほとんどもう同じなので、このマンドレールっていうものがオフに適しています。で、これは結構もう使えるのですごいおすすめなんですけれども、プロ用のビットで使い心地がどんな感じか、この2本はプロ用で試してみます。はい、いつも登場する私の使っているプロ用のビットです。これとね、一緒のような感じですよね。よく似たビットも持ってます。で、オンする時のビットちょっと挿してみますね。
これがいつもネイルオフに使っているハードな削り心地のアタッチメントです。なんかね、ボタンを押してもすごく硬くてガチャっていかないときは、ちょっとこの辺を回してあげるとこう入り込むポイントがあるので、そこまでちょっと回しながらこれを押すといいと思います。でこれを抜いてプロ用のものに差し替えます。結構しっかり刺さりますね。ギュッと締めます。でスイッチを入れて、これで削ってみます。結構ねブレも少なくてね、いい感じですよ。じゃあこれで薬指削ってみます。非常にスムーズです。安定感もあっていいですね。ちょっとこれはマックスにしちゃおうかな。今一番早くしました。なんかこれを入れたらマックスにした瞬間にすごい削るのが早くなった感じがします。慣れてない方だとこのアタッチメントでこのスピードで削るのはちょっと危ないかもっていう感じです。今まで100均で売ってたもの、セリやダイソーのネイルマシンを試してみた動画があるんですが、それだとこのビットを刺した時にパン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 とブレがあるので、そのブレがねお爪にすごい衝撃になってたんですが、これはそういうのがほぼない。だからすごく削りやすいです。今これで薬指オフしました。オフしたものを見ていただくと、さっき中指はさっきのもので削ったんですけど、滑らかさが全然違いますよね。これで削ると結構滑らかな削り上がりになります。で、早い。やっぱりね、これプロ用なのでスピードがすごく早く削り上がります。はい、今回の検証結果、こちらの1000円台のネイルマシーンの使い心地ですが、とってもおすすめです。特にこのサンディングバンド、これでネイルオフをすることが可能ですので、ネイルオフに時間がかかっているというセルフネイラーの方やネイリストの方、サロンワークにも少しでしたら使うことができると思いますので、予備用に1本お持ちいただいてもいいかと思います。私はこれをもうサロンに置いておいて、ネイルマシンが壊れた時の緊急用に置いておきたいと思います。というのも、以前サロンワークをしている時にネイルマシンが壊れてしまって手作業で削っていたことがあるんですね。で、その日のうちにネイルマシンを発注したんですが、やはり到着に1日2日かかりますので、その間の緊急用にこれを置いておこうと思っています。ということで、今回の検証結果、こちらのネイルマシンはとってもおすすめです。説明欄に楽天市場の商品リンクを貼っておりますので、ぜひそちらからご購入ください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価が動画制作の励みになります。よろしくお願いいたします。